元祖見づらいコストキャラクターの人っていうイメージがあるんですけど。そういや昨今はですね、なんか見づらいとかいう理由で選ぶ不届き者がいるらしいんですよ。おー、これ見づらくないですか？ここなるほど。おー、だんだん大パンで真ん中に寄ってきて、より見えづらいところになるほどね。いってる。皆さんこんにちは、ロート G の時戸でございます。はい、助手の小作です。今回は第17回目の格ゲー研究室となっております。格ゲー研究室とは、格闘ゲームのプレイ向上のために様々なことを科学的に検証していく企画となっております。今回なんですが、はい、ステージと相手キャラクターのコスチュームが与える影響について検証していきたいと思います。はい。このステージでこの色のコスチュームだと見づらいみたいなことがあると思いますが、実際どうなのかをデータで、検証していきたいなと思っております。時戸さんもうなんか元祖見づらいコストキャラクターの人っていうイメージがあるんですけど。そういや。もう自分が格闘ゲーム始めた時には見づらいステージで見えない表裏をかけてる人っていう。まあ見えない表裏はそうだったかもしれない。いや。コスチュームとかあった？ロシアステージ、青い号機、時戸式というだからね、3点セット。それね、またこのワード出していいですか？はい。それね、はい、僕のワクワク感が出たよ。組み合わさっちゃった結果なんで、それは。ちなみに。ワクワク感。そう。まず、青色が好きっていう、それはね、自分のがワクワクするカラー。で、あともう一個大切な要素。この前、あげました。自分の使いたいキャラランクで僕が重要視するポイント、何がありました？曲？はい、そうです。ロシアステージのあの曲が「てんてれんてんてれてれてんてんてんてれんて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 れんてんてれてれてんてんてんてれんて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 ん」っていうテトリスの曲とかも好きなんですよ。カチューシャとかロシア民謡が好きっていう、そのワクワク感が組み合わさった結果、また見づらいというね。昨今はですね、なんか見づらいとかいう理由で選ぶ不届き者がいるらしいんで、それを今回検証していきましょうってことですわ。でですね、今回は、ストリートファイター6でやっていくっていうことになるんですが、6ね、やっぱりみんな結構オンライン大会が主流で、やっぱ結構な人がトレモステージ、オンリーに設定しているのと、あとは個人で設定できるじゃないですか。オンライン対戦だと対戦相手が見てるステージと自分のステージが違う設定ができるんで、明細的な話題になりづらいと思うんですよね。自分だけ明細で相手はトレモステージっていうことがあるなんですけど、ちょっとある程度探してきました。今回。そうだ。僕の今の、オンラインの設定は、トレモで対戦することがやっぱ多かったです。勝った。ただ今は、次の試合が、ストリートファイターリーグのグランドファイナルを見据えて今練習してるので、それはオフの舞台なので、ステージはランダムでやることになるので、それもあって、ランダムのステージで練習するように今はしてるかな。で、自分のコスチュームは、アウトフィット3、新発売のコスチュームのカラー10を、使っております。コスチュームってやっぱりさ、金を払う価値があるものだから、自分もそれを使って、見てくれてさ、このカラーちょっと使ってみたいなと思ってくれればいいかなと思って、だから新しいコスチュームが出たら、なるべく使いたいなとは思ってます。で、じゃあそろそろ本題の方で、本題の見づらいコスいってみますか。これね、開幕からてかゲーム発売して3日ぐらいで見づらすぎてステージのランダムスイッチ切りました。なるほど。ステージはそう選べるんですね。そう最初はランダムステージでやってたんですけど、ランダムスイッチを切ったぐらいこれです。これ見づらくないですか？これは
もうなんかね、このね、多分リリーのステージなのかな、リリーステージの、まずその光がね、光がなんか強くて、まずそもそもちょっと見づらいんですよ。あと砂漠ね。このちょっと砂漠からちょっとね、地面と同化してしまっている。そう。こうね、パンチ技がね、わけわかんないんですよね。まあインパクトもそうですね、黄色なんで、まあちょっと見づらいかなっていうのはあるですね。なかなか、一発目でこれはかなり見づらいっす。じゃあジェイミー使いだったらオフ対戦。そう、オフ対戦だったらちょっとインターバル毎回行く。引き直し引き直し。そう再戦すると同じステージになっちゃうんで、ちょっと一旦つって一回迷うふりして、そうですね、戻って最速ジェイミー選び。そうですね、あるかもしれませんね。引き直しが結構現実的にあるんじゃないかな。次これです。はい。配信で聞いてリスナーから教えてもらったんですけど。なるほど。ここ。なるほど。中でもその位置。そう、ここの位置。確かに同化してるな。この位置なんですけど。はいはいはい。でこれね、この肩の黒によってこっち行ってもちょっと黒の部分が見えづらいっていうね。なるほどね。ここまであります。でも赤いキャラだったら見づらいとかあるんですか？このステージはそうなんじゃない？そうですよね。あこれも結構見づらいんじゃないですか？結構来てません？かなり。いやこれキャミーね、このコスインパクトマジ見づらいんですよ。こっちのインパクト。これきつい。インパクトなおのこときついな。そうなんです。このねロシアステージとかも、結構なるほど。ちょっと後ろに濃いめの色が多いと、色はこの今逆にさっきのジェイミーとかだとそうなんですよ。ちょっと目立っちゃうから。そうなんです。だからどっちを取るかだよね。ちょっと地味めな。今日こっちを引くんだろうなと思ったらこっちのキャミーだし、いや今日はサンダーフットのステージかなと思ったらやっぱジェイミーを使う。すごい器用系だな。キャラ替えはすごい。裏めった時がやっぱりね。確かにね、もうめちゃくちゃ目立つんじゃないですか。ここでジェイミー。ここでジェイミーを。ここでジェイミー使っちゃったら。わあすごい見やす。これめちゃくちゃ見やすい。これはだからねハイリスクハイリターンですよ。確かにかなりハイリスクだな。このステージ。ここ何してもステージ読みでうわここ何しても結構目立ちますね。この前ランクまで遭遇してうわ見づらって思ったのが一つだけあって、これです。これまたその後ろのいやこれはいいところが、地面の肌色と肌色が同化して旗と道着が同化するという、ここに立たれた時にすごい見づらかったんですよね。ほら確かになんかねなんかねそういやでもなんかねこのステージのこの色と一緒じゃないですか。構成されてるその地面そう地面のこの花びら葉っぱかなそれと一緒だから、まあなんか見づらいっていうかなんかこうなんていうんですかね、認識がこうちょっとずれる感じがあったんですよね。この配色だったら嫌とかあるんですかね。だからこれもまたキャミー。確かにこれもでもちょっと似たような赤系だから赤系のトータルキャミーのその風土はそう結構ね強い可能性。これね昨日やった時にちょっとこれも嫌だなって思ったんですよ。ほらなんか濃さがやっぱあるというか。トータル赤系強そうじゃないじゃん。なんかほらこれ中継とかもなんか靴も赤いからなんならあとはやっぱりその見づらいといえばこれじゃないですか。おお赤ブランカのブランカちゃんじゃなくてもブランカちゃんじゃないんですよね。赤ブランカのインパクトはこれ確かにこれ何も色変わってないでしょ。確かにこれすごくないですか。そのまま来る感じだね。そうこれ緑もちょっと見えづらいし。なるほど。赤緑っていう赤緑は両方相当最適解の。そうか肌の色がここまでダイナミックに変わるのってブランカぐらい確かにそうですね。直接変わるのはない気がするから。なるほどこれは結構なもんですね。ブランカはかなりですよ。
ブランカちゃんはやっぱ結構。ブランカちゃん、そうだ、ブランカちゃん。そう、ブランカちゃんですよ、そのコスといえば。見にくくはないけど、やっぱりちょっと。見にくくはないんですけど、ね、光の。やっぱでもなんかちょっと別キャラですよね。これはどこが見づらいかな。そこじゃない？ビーチ行ってみますか。ビーチもいろいろありそう。ちょっと紫だもんな。おー、なかなかいいんじゃない？ビーチのこっちすごいっすね。ビーチ見えづら。これ見えない。ここはそうだね。結構見づらそうだね。それで言えばちょっと剣のアウトフィット3の9番かな。9番プラストレモステージ。嘘。みんなトレモステージ使うんでしょ。確かに一番期待値高い。一応ね、そういうのを考えついた人がいるみたい。確か9番。そう。9は出てるわ。これはね、やってますね。逆にみんながトレモばっかりなんでしょっていう時は、自分はランダムで見やすい。かつ相手のトレモにダメージを与えるために。確かに。これでいく。見づれちょっとまあ今までのに比べると。言うてトレモだと一番見づらいでしょこれ。ちょっとこれでトレモしてて嫌だったもん。これちょっと青い要素あるから、ワクワク感的にはアウトフィット3だったら一番良さそうに見えたな、モデリングの状態では。確かに。でも実際この画面で見るとその青い部分手で完全に隠されてるし。確かに構えももう隠す気満々の構えしてますよ。ファブの人の話で言うと、すごい人がいて。すごい人4人しかいないのに。オンラインを戦い抜いてオフに移る段階で、ホームでステージ選んで、奇襲かけると。それ去年とかの話です。一昨年か。一昨年か。一昨年すでにリーグでやった人いたんだけどね。それは確か俺の記憶だと試合がね、バイソンガエルの試合だけなんかステージ違ったんだよね。それあの時みんなトレモステージだったんですよ。基本トレモステージで思いの丈を込めたキャラクターを使って相手キャラクターに戦うっていう。それをまずバイソンっていう奇襲をかけた挙句にさらにはバイソンステージというこれやっぱりねバイソンだったらバイソンだろっていう多分その人なりのワクワク感なんですね。それで戦い挑んだ人がいて曲も相当ワクワクしますからね。青いしなんでこんな他人事のように語れるんですか。でそれにおそらくだよ、感銘を受けたハブのボンちゃんっていうプレイヤーがよしだったら次オフだからこれ俺オフ用に1個ステージ作っていくわっつって、その自分で選ぶ用のステージプラス自分のキャラを練習してたら、そのオフ対戦の、直前になって、ルールブック来て、ホームが選べるっていうのは、なくなります。それバイソン使いのせいだろ。ボンちゃんの努力が水の泡になってしまったという。なるほど。悲しいエピソードですね。はい、それではここからは実際に検証をしていきたいと思います。今回はですね、差し返しの反応速度でコスチュームやステージの見づらさを数値化できればいいなと思ってやっていきたいと思います。ランダムに技を振ってもらって特定の技を振った時のみ、こちらがしゃがみ台形を押すという実践での差し返しを模した検証を通常コスチュームと見づらいコスチュームそれぞれで行い、その数値を比較してみたいと思います。なるほど。じゃあちょっとやってみる。ちょっとやってみる。差し返し対応っていうか何を見たら振るにですね。中間？中継。中盤が見づらそうでした。一応そのなんか中技の中では中継だと、一応靴が一番見やすいポイントだったんで。なるほどね。じゃあ中盤にしようか。中盤が一番見づらそうでした。じゃあいきますよ。はい。OK。はい。いきます。
以上です。はい。16、17、18、19、20。 20です。20、21、22、22です。21です。大体こんなもんなんだな。弱パン。いや、これ弱パンの弱パンミスです。弱パンミスです。20、21、22、22です。強パンミスです。強パンミスです。しっかり差し返しね。強パン、21、22、23、24、25、相当慎重になってるからね。3回のミスはやっぱり。まあそうっすね。はい。OK です。よし、じゃあ行きます。はい。はい。はい。わかりました。そんなに、差し返しとかあんまり変わんないんじゃないのかなと思いました。距離調整とかなんですかね、意外とね。見づらいなってものは距離とかなのかな。差し返しでひょっとしたら。前後移動がめんどくさいとかなのかなっていう。あ、21だ。23です。26です。やっぱちょっと。いや、だんだん大パンで真ん中に寄ってきて、より見えづらいところになるほどね。行ってる。いや、そう、場所がね、最初ね、ちょっと調整せずに始めちゃって、やべっと思ったんですけど、大パンで前行ってくれたおかげで、激アツゾーン入ってるです、ここかなり。実践を常に想定して、実践はいろいろ位置変わるから。24、25、26、26です。23です。中盤かな。言います。はい。終わりです。24です。強パン。次っすね。強パンミス。強パンミスです。22。20。26です。26。25です。あとはミスのあれだから。あとはミス2回かな。ミスが多分2回だ。コパンに連続で釣られるという。はい。どこが見づらいですか。こっち？どっち？あ、こっちの方が見づらそうだな。あ、こっちの方が見づらそうだな。あ、その辺が見づらそうだな。じゃあここからいきます。いきます。終わりです。はい。よし、俺。いやー、これね、動かれたらマジで分かんない自信ありますわ。19、20、21、21。もう怖くて。はい、出た、ワンミス。21、22、23、24、25、25。弱パンミス。21、22、23、23です。23、24、24です。25です。はい、ということで検証結果が出ましたので、こちらの方見ていきましょう。ドンはい。これはどうでしたかね。まあでも慣れが絶対入ってる中で、どちらも下がってるっていうのはやっぱり結構。ただ僕の場合は前半のミスがちょっとショックだったこともあり、ミスらないようにやりたいなは消極的になってる。そうミスらないようにやりたいなっていうのは多分あったと思います。なるほど。でもまあちょっと遅くなっちゃったよね。ですね、これはでも対戦に感じた見づらさとこの差し返しの見づらさっていうのはやっぱちょっと違く感じました。まあそうですね。で対戦で感じた見づらさはやっぱね、相手のキャラクターがチラチラ動くんですよ。でそれと背景の色が、近いのでより、認識しづらいっていう風に実際の対戦だと、より感じました。で今回のは、差し返しと相手がその前に来なくて、特定の動作が見えたら、ボタンを押すっていう検証だったので、対戦で僕らが感じるストレスよりは体感的には
そんなに、負担は少ないのかなという、感想ですよね。これ僕の感想ですよね。いやそんな使い方あるんですか？僕の感想はそう。はい。はい。でも本当に同じで、やっぱその対戦の時はもうちょっと全体をぼやっと見てる。腕を見てたんで、もはや今腕技に差し返す時は腕を見ちゃってたんで、差し返しを見ようって思うと別に意外とそこは気にならないんだなっていうのを、むしろ今回初めて分かったぐらい、なんかその普段結構ぼやっと見てる時はなんか分かりづらいなって結構かなり思ってるんだなっていうのを逆に感じましたね。でもそれでも事実遅くなってるわけですからね。慣れも含めての。そうだね。小作の場合はミスは1回減ったけど、別にミス結構強気に押してったはずだったんですけど、それでいてそれもの方を先にやってるんで、ちょっと慣れたであろう後半のビーチでもわずかに遅くなってると、言っていいのかな。いいんじゃないですか。差し返しは普段対戦で受けてるストレスよりは影響が少ないっていうのは確実だと思います。そのぐらい普段の対戦で、小作が言うそのぼやっと見てるのは割とストレスなんですよっていうような結論はつけれるかな。確かに。もっとその実践に近い形の検証方法があればいいんですよね。そこら辺ちょっとね。もうだからその勝敗とかで見てみたいです。あとなんかアイトラッカーとか使っても視線がブレてるとかありそう全然。特定の組み合わせもね、コメントの方で書いていただけるとこちら助かりますし、あとは検証方法なんかもね、なんか面白いやり方があったら、ぜひとも参考にさせていただきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。以上、格ゲー研究室でした。小作さん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。今後ね、奥の大会とかもあるし、そういうとはやっぱり向き合っていかないといけないっていうのもありますんで、そうですね。引き続きね、こちらの検証僕も行っていきたいなと思いますので、よりね、ワクワクするような条件で、皆さんもコメントの方でね、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、そしてね、今後も様々な検証をやっていきたいと思っております。もしよかったら高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。お願いします。それでは今回はこの辺で、また